かぶじいさん。はい、皆さんこんにちは、かぶじいさんです。去年の北海道ツーリングを終わった後、私にとって最適な長期ツーリング用のテントはどういうものかを模索中なわけですけれども、前回に続きまして今回も視聴者さんの推す長期ツーリング用テントの第2弾、ドーム型のテント6選を紹介しますね。市場に出回っているテントはそれこそ星の数ほどあるわけですが、その中から皆さんがどんなテントを愛用されているのか、もしくはどんなテントを推しているのか、それをぜひこの動画で見ていきたいと思います。今回はその第2弾ということで、ドーム型のテントを特徴別に分けて紹介していきます。かぶじいさん。まずはじめに、私、かぶじいさんが考えている自分にとって理想的な長期ツーリング用のテントというのはどういうスペックなのかについておさらいをしてみようと思います。私の求めるテントの仕様はざっとこんな風になりますね。テントの重量は 2kg 以下。テントの収納サイズは長手方向が 40cm 以下。可能であればダブルオール構造。私一人が眠れればよい。設営と撤収が簡単であること。長期ツーリングで持っていく荷物すべてをテント内に収納できること。これらが私の求めるテントのスペックになります。この中で1番目から5番目までの条件を満たしているテントは数多くありますが、6番目の条件、荷物をすべてテント内に収納できるテントとなると、一気にその候補は減るっていうことが分かりました。今回ここで紹介した私がテントに求めるスペックはあくまで私が求めるスペックですので、これからは皆さんが推すテントをね、それぞれ紹介していきます。中には私のね、要求をね、満たしてくれてるテントもありますし、必ずしもそうではないテントもあります。前置きが長くなってしまいましたが、それでは一つずつ見ていきましょう。前回の動画で視聴者さんの推しテント8選を紹介しましたので、今回は9番目からになります。かぶじいさん。今回はまず前半で全室が圧倒的な広さを持っているテント3つを紹介します。視聴者さんの推しテント9番目はドッペルギャンガーのバイクツーリングテント1になります。このテントは前回の動画で紹介した小川のステイシー ST2 とコンセプトが非常に似たテントになりますね。その構造は一般的なドーム型のテントとは異なり、ショックコートで連結されたダブル Y 字フレームによる自立式テントになります。インナーテントはそのフレームに吊り下げ式でぶら下がっており、その上にアウターテントがかぶさるダブルオール構造になります。アウターテントが前方へ長く伸びていて、そこに1本のフレームを通すことによって広い前室を確保しています。仕様を確認してみますと、材質はフライシートとグランドシートがナイロン、インナーテントがメッシュのポリエステルですね。ポールペグはアルミニウムになっています。収納サイズはこれだけ大きなテントにもかかわらず、長手方向が45センチ、直径が16センチと意外とコンパクトです。重量は 2.8kg と、2キロを上回ってるものの、これだけ大きなテントが 3kg 以下なのは随分と工夫がされているんだろうなと思います。寸法を確認してみますと、インナーテントの長手方向が 205cm、インナーテントの幅は 80cm ということで、人一人プラスアルファですね、荷物を置く余裕はありません。しかしこの図面の通り、黄色とグレーの前室後室がありまして、十分な広さの物を置く空間、そして煮炊きをできるスペースがありますので、雨の日のおこもりでも全然困らないテントですね。インナーテントはご覧のようにフルメッシュで3シーズン用です。前後にドアがあります。一人用のテントとしてはドアが2つあるのは珍しいですね。この写真を見るとフレームの構造がよくわかります。両エンドが Y 字型に分岐している1本のポールで、空間を拡張するためのリッチポールが1本直角に入っているのがわかります。これによって2本のポールをクロスして立ち上げるドーム型構造よりも重量を軽くし、しかしスペースは妥協せず広く保つ。
という工夫がされています。こうやって見てみますと、コンセプトの似ているステイシー ST2 が2人用で一回り大きいのに比べて、このドッペルギャンガーのバイクツーリングテントはあくまでもソロツーリングをターゲットにして無駄なスペースを排除し軽量化に努めている、なかなかストイックなテントなんじゃないでしょうか。そしてこのテントが驚異的な点がそのコストパフォーマンスです。この動画作成時点での楽天市場での実勢価格はなんと6980円ですね。売り切れになっているケースもあるので品薄かもしれません。このテントを実際に使用されている視聴者さんのいろいろな使用感などコメントをいただけると嬉しいです。視聴者さんの長期ツーリング用推しテント9番目はドッペルギャンガーのバイクツーリングテント1でした。カブじいさん。視聴者さんの推しテント10番目はモビガーデンのライトナイト3になります。実は私は視聴者さんからこのコメントをいただくまでモビガーデンというブランドを知らなかったんですよね。調べましたところ、モビガーデンは中国に拠点を置くアウトドアブランドで、その特徴は3年間の長期保証がついていることです。そのモビガーデンから出されている2人から3人用の山岳テントがモビガーデンのライトナイト3になります。構造を見てみますと、ショックコードでつながった1本の両エンドが二股ダブル Y 字フレームで、テント中央部に容積を拡張するための1本のポールが追加されています。このフレームにフライシートおよびフライシートに吊り下げられているインナーテント、そしてインナーテントの下にグランドシート、それらを一体で吊り下げているという特徴あるテントです。一般的なテントはインナーテントをフレームに吊り下げ、そのフレームの上にフライシートをかぶせる形ですが、このテントはフレームの下にフライシート、そしてインナーテントを吊り下げている。なのでフレームが一番外側に来ています。このようにすることのメリットは、インナー、アウター、フットプリントを一体で一気に立ち上げることができる。雨の日にインナーテントを濡らさずに設置できる。雨の日にインナーテントを濡らすことなく撤収してアウターを畳むということで、設営撤収が非常に簡単であることおよび設営撤収の柔軟性が特徴です。テントのスペックを確認してみますと、フライシートがリップストップナイロン、インナーテントもリップストップナイロン、フットプリントがポリエステルですね。ポールの材質はアルミニウム合金です。総重量は 2450g、2キロを若干オーバーしています。収納サイズが意外と大きく 55cm×20cm になりますね。これはポールの最小寸法がこの大きさ 55cm になるのだと思います。寸法を確認してみますと、インナーの長さが 205cm、インナーの横幅が長い方が 170cm、狭い方でも 120cm ですので、1人で使用する場合は1人プラスキャンプツーリング用のバッグにこう余裕で置けます。そしてこの広い前室、長さが 120cm、高さも 120cm ありますので、かなり広い前室がありますね。この広い前室で煮炊きもできますし、荷物も収納できます。雨の日のおこもりも困りませんね。このテントは一応山岳用という謳い文句になってますが、どちらかというとその重量を見てもですね、大きさを見てもどちらかというとキャンプにターゲットを置いた快適性重視のテントと私には見受けられました。出入り口はインナーテントの単辺方向に1箇所ですね。そして前室部分の出入り口は左右に1箇所ずつあります。インナーテントの出入り口の一部分がメッシュにすることができますが、本体部分はメッシュがありませんので、4シーズン仕様かと思います。夏場はちょっと暑そうなテントですね。この動画作成時点での楽天市場での実勢価格は 27,500 円でした。なかなか魅力的なテントだと思います。この特徴あふれるライトナイト3を実際に使っている皆さん、ぜひその使用感やポイント、推しの点などをコメントいただけるととても嬉しいです。総重量や収納サイズなどは私の求めるスペックよりも大きいんですが、物欲をそそられるテントでした。視聴者さんの推しテント10番目はモビガーデンのライトナイト3でした。カブじいさん。視
視聴者さんの推しテント11番目はデイトナの前広ドームシリーズになります。デイトナは数多くのバイク用品を手掛ける日本のブランドですね。そのデイトナが最近デイトナアウトドアとしてバイクツーリングで使うための目線で魅力的なアウトドア製品を数多く販売するようになってます。前広ドームシリーズはデイトナアウトドアの中でも非常に人気のあるドーム型テントになってます。特徴はその広い前室ですね。前回の動画でご紹介した小川テントのステイシー ST2 と非常に似た構造になってます。フレームの構造は一組のダブル Y 字フレームの中央にインナーと前室の高さを作り出すための1本のポールが追加されたものになっています。インナーテントは吊り下げ式、その上にアウターフライをかぶせるダブルウォール構造の自立式テントになります。インナーテントの出入り口は長手方向に1箇所でフルクローズとメッシュを選べます。そしてこの前室には出入り口が合計3箇所もある、開放感のある前室を作り出すことができます。テントの仕様を確認してみますと、アウターテントがリップストップナイロン20デニール、インナーテントはボトムがポリエステルの68デニール、アウターの下部および側面はポリエステルのメッシュになってますね。ポールはアルミニウム合金 A の7001シリーズになっています。パッキングサイズは 44cm×18cm、意外とコンパクトですね。総重量は 3.4kg、大きなテントですので重さは仕方ないかなと思います。4kgよりは大幅に割っているのでよく考えられているんではないでしょうか。テントの寸法を確認しますと、インナーテントの横幅が120センチありますので、人1人プラス大型のツーリングバッグ2個を余裕で格納できます。そしてなんといってもこの前広の前室ですね。横幅が140センチ、高さが143センチもあります。これだけの広さと高さがありますと、チェアとテーブルも置けますし、この中にはなんとスーパーカブがすっぽり収まるほどの広さになります。こうやって見ますとね、なかなか魅力的なテントですね。この動画作成時点での楽天市場実勢価格は 37,148 円でした。前広ドームシリーズは現在数々のバリエーションがあって大変人気のあるテントですね。実際に使用してみての生の声をぜひコメントに書き込んでください。視聴者さんの推しテント11番目はデイトナの前広ドームシリーズでした。カブじいさん。ここからはダブル Y 字フレームを採用し、重量は軽めにしかし居住空間は広く、前室はそこそこのスペースのテントを紹介していきます。視聴者さんの推しテント12番目はモンベルのルナドーム2型になります。このテントは以前の私のテントの比較動画にも出てきましたが、私も所有しているテントなんですね。前回紹介したステラリッチテントがガチの山岳用テントだとすると、このテントは若干緩い快適性を重視した3シーズン用の軽量テントになりますね。最近のドーム型テントの流行りである WY 字フレームの先端が若干伸びて居住空間を拡張しています。また頂点に横方向へのリッチフレームがあり、これによって快適な居住空間を確保しているダブルウォールの自立式テントになります。インナーテントは WY 字フレームへの吊り下げ式で、その上に薄いフライシートがかぶさっています。出入り口はテントの長手方向に1箇所のみ。2人用ですが出入り口が1箇所にしているのはおそらく軽量化のためだと思われます。出入り口の上半分がフルメッシュとフルクローズを選べるようになっています。仕様を確認してみますと、本体の素材はなんと10デニールという薄地のポリエステル、レインフライが20デニールのバリスティックナイロン、フロアがさらに若干厚い30デニールのバリスティックナイロン、ポールはアルミニウム合金になってます。本体の重量はトータルで 1.79kg、2kg を下回る重量、軽いですね。パッキングサイズは本体が 36cm×17cm とコンパクトです。ポールに関しては 53cm と若干長い寸法になっていますね。
テントの寸法を確認しますと、横幅が130センチ。一人で使用する場合は、ツーリング用のバッグ2個を2つ余裕で格納できます。前室は出入り口側のみにあって奥行きが70センチ。そこそこの前室があります。最近の2人用テントは前室が前後についているものが多いんですが、このテントは出入り口1箇所側のみですね。これも軽量化のためではないでしょうか。このテントはベンチレーションに非常に気を使っていて、2箇所のレインフライベンチレーションの他に本体には4箇所メッシュにすることができます。私はこのテントで何回かテント泊やってますが、確かにベンチレーションが良くてですね、インナーテントの結露はほぼ皆無です。収納サイズが小型軽量、内部空間も十分に広く使い勝手のいいテントなんですが、ディテールを見ていきますとですね、若干使いづらい部分っていうのがあるんですね。一つはレインフライをセットしづらいです。それから設営が意外に面倒だったりするんですよね。でもそういう点を除けば非常にいいテントだなと思ってます。この動画収録時点でのモンベルショップ価格は66,000円となかなかのお値段のテントです。このルナドーム2型を使っている皆さん、ぜひ推しポイントをコメントに書き込んでください。お待ちしてます。視聴者さんの推しテント12番目はモンベルのルナドーム2型でした。カブじいさん。カブじいさんチャンネルは、還暦を過ぎた私カブじいさんがクロスカブとの出会いで人生が変わったをメインテーマに、ツーリング、キャンプ、ハイキング、登山、旅行、様々な道具、そして人生のお話などなど何でもありのゆるいチャンネルです。よく噛むのがたまに傷ですが、ドンマインド。チャンネル登録、高評価にコメントもどうぞよろしくお願いします。視聴者さんの推しテント13番目は MSR のハバハバシリーズになります。MSR はアメリカのブランドで、登山に関する各種装備ギアを販売している歴史あるブランドですね。ハバハバシリーズは軽さも意識しつつ快適性を重視したテントになります。登山に使うにはちょっと重いかもしれませんが、低山ハイキングやキャンプツーリングには向いているテントではないでしょうか。今回紹介している画像はハバハバシリーズの中のバイクパック2というテントになります。その構造を確認してみますと、ダブル Y 字フレームの下にインナーテントを吊り下げ、その上にアウターフライをかぶせるダブルウォール構造の自立式テントです。先ほど紹介したモンベルと同様、フレームの頂点には室内の居住スペースを拡張するためのリッジポールが装備されています。それまで2本のアルミポールをクロスして立ち上げるドーム式が一般的だった山岳用テント、キャンプ用テントの世界に、この Y 字型フレームが急速に増えてきていますね。スペックを確認してみますと、フライが20デニールのリップストップナイロン、キャノピー、これは本体ですね。厚さが10デニールと薄いポリエステルのメッシュとリップストップナイロンになります。フロアは20デニールのリップストップナイロンになりますね。総重量は 1830g、2キロを切っています。そして収納サイズは自転車のハンドルバーの間に収まることを想定して37センチ ×18 センチ ×13センチ、非常にコンパクトに収納できるテントになっています。なのでバイクツーリングにも最適なんではないでしょうか。寸法を確認してみますと、テントの長手方向全長が 2.13 メートル、インナーテントの横幅が 1.27 メートルということで2人用。1人で使う場合は大型のツーリングバッグ2個をインナーテント内に格納できます。そして奥行き76センチの前室が前後についています。長手方向にドアが2つありますね。十分な広さがあるテントです。モンベルのルナドームと比較するとですね、こちらはドアが2つ、モンベルルナドームはドアが1つ、こちらのバイクパーク2は前室が前後に1つずつ合計2つ、ルナドームは1つというところで、こちらはどちらかというと居住性快適性重視の若干豪華なテントということができると思います。逆にルナドームは無駄を削ぎ落とした軽量重視のテントということが言えると思います。
このテントもベンチレーションにはかなり気を使ってまして、まず前後のドアの上半分はメッシュにすることができます。また単辺方向前後にもですねメッシュがあります。また天井部分もメッシュになっているんですね。なのでかなりベンチレーションに気を使っています。モンベルのルナドームと極めて似た思想ですね。またこのテントは細かなギミックがたくさんあります。ルーフ部分には2人用それぞれ別々のギアハンモックがあります。また濡れたものを乾かすためのループがテント内に設置されています。アウターフライの外側にも物を干すためのループが装備されているなど、非常にギミックの凝ったなかなかかゆいところに手の届くテントになってます。この動画作成時点での楽天市場実勢価格はなんと11万円ですね。軽いテントは高い。MSR 幅幅は日本でも大変人気のあるテントですが、いかんせん11万円。私にはとても手の出ないこの幅幅の生の使用感、ぜひコメントに書き込みをお願いします。視聴者さんの推しテント13番目は MSR の幅幅シリーズでした。カブじいさん。視聴者さんの推しテント14番目はミーモイクイプメントのドラゴンフライオズモバイクパック 2P になります。ミーモイクイプメントは2004年にアメリカで誕生したテント、シュラフ、スリーピングバッグのブランドで、本格的な登山用のギアから一般的なキャンプと幅広いアウトドアグッズを手掛けているブランドです。特に山岳用の UL テントは非常に攻めたデザインのテントが数多く出されています。ドラゴンフライオズモバイクパック 2P はミーモイクイプメントの中でも自転車でのキャンプツーリング向けにデザインされた特徴あるテントです。構造としてはダブル Y 字フレームの頂点に室内スペースを拡張するためのリッジポールを備え、そのフレームにインナーテントを吊り下げ、アウターをその上にかぶせるダブルウォール式の自立式テントになります。写真から見てわかる通り、インナーテントはほぼフルメッシュ構造で、ドアが長手方向に左右1箇所ずつあります。モンベルのルナドーム2型、MSR の幅幅、どちらも前後が対称のフレーム構造でしたが、このドラゴンフライオズモバイクパック 2P は前後のフレーム形状が非対称、頭側が背が高く広く、足元側は幅が狭く低くなっています。これはおそらく軽量化のためだと思われます。前後でフレーム形状が異なる場合は、設置をする際に前後を意識してインナーとフライをセットしなければならないので、ちょっと注意が必要になります。仕様を確認してみますと、キャノピー、これはテント本体ですね。10デニールと薄手のナイロンリップストップになります。レインフライとフロアはニーモが独自に開発したオズモファブリックという素材が使用されています。これは撥水性能が4倍長持ち、強度が3倍強いという生地になっています。最大重量が 1.72kg と 2kg を割っています。また収納サイズは自転車のハンドルのバーの間に収納できるよう 37cm× 約 16cm と非常にコンパクトな収納サイズになっています。これは MSR の幅幅バイクパックと同じ設計思想ですね。寸法を確認してみますと、幅が114センチ、一人で使用する場合は大型のツーリングバッグ2個をテント内に格納できます。また奥行き71センチの前室が左右に1個ずつありますので、前室のスペースもなかなか広いものになります。このドラゴンフライオズモ 2P もいろいろな凝ったギミックがあります。左右の前室内にはこういったキャンプ用の小物を収納しておくためのランディングゾーンというものが設置されています。インナーテントの頭側頭上にはこのオレンジ色のライトポケットがあり、 LED の青白い光を温かみのあるオレンジ色に変えてくれるといったギミックがあります。また天井部分は黒いメッシュで夜の星空を、支障なく見れるようなデザインになってます。一方サイド部分は白色のメッシュにすることで外部から中が見えにくいといったギミックがあります。またインナーテントの上部にはこのディジーチェーンがあり、物を干しておくことができます。 MSR の幅幅はアウ
ターフライの外側にループがありましたが、このドラゴンフライオズモはインナーの天井ということで、フライの内が雨に濡れることなく物を干せるといった配慮がされてます。モンベルのルナドーム MSR の幅幅バイクパックはインナーテントがほんの一部分がメッシュにできる構造でしたが、このニーモのドラゴンフライオズモバイクパックはインナーテントの大部分がメッシュということで、3シーズン向け比較的温暖な季節用ということで、私の好みに合致しています。このドラゴンフライオズモバイクパック 2P、 いろいろな点で私の求めてる仕様に限りなく合致しているテントだなと思いました。この動画作成時点での楽天市場実勢価格は 68,640 円と、ちょうどモンベルのルナドーム2型と同じ価格帯にある様々な特徴のある魅力的なテントだなと思いました。この物欲をそそられる魅力たっぷりなドラゴンフライオズモの使用感、ぜひコメントにください。ということで、視聴者さんの推しテント14番目はニーモイクイプメントのドラゴンフライオズモバイクパック 2P でした。カブじいさん。視聴者さんの推しテント15番目はネイチャーハイクのクラウドアップ2プロになります。ネイチャーハイクは今や日本でも非常にメジャーな中国産のブランド。大変コストパフォーマンスの高いアウトドア用品ブランドですね。クラウドアッププロは長い歴史を持つクラウドアップのバージョンアップしたタイプになります。テントの構造としては、前後非対称の WYG フレームにインナーテントの吊り下げ式、その上にアウターテントをかぶせるダブルウォール構造の自立式テントになりますね。先ほどまで紹介してきた WYG フレームのテント各種は室内スペースを拡張するためのリッチポールがポールの頂点部分に装備されていましたが、このクラウドアッププロはそのリッチポールが装備されていません。その分軽量化がされています。テントの上半分がフルメッシュで通気性が確保されています。出入り口は単辺方向に1箇所、これも軽量化のためだと思われます。仕様を確認してみますと、フライシートが20デニルのシリコンナイロン、グランドシートが 210T のポリエステル、インナーテントが B3 高密メッシュ。 B3 高密メッシュというのはどういう材質かちょっと私分かりません。ポールについては 8.5 パイのアルミ合金になっていますね。重量は 1.53kg、 なかなか軽いです。そして収納サイズが長手方向 40cm×13cm ということで、かなりコンパクトなテントですね。寸法を見てみますと、インナーテントの全長が 210cm、 インナーテントの横幅が 130cm ということで、一人で使用する場合はキャンプツーリング用のバッグ2つが余裕で収めることができます。前室の奥行きは 60cm ですが、単辺方向に出入り口があるので、前室の広さとしてはあまり広い方ではないかもしれませんが、その分軽くできていると思います。この前方からの映像を見てわかることなのですが、リッチポールがない分、天井のエリアの有効な空間が少なく狭いように見えます。ただ一人で使う分には十分な空間が確保されており、また軽量化に寄与しているということで、私のように一人で使うことを前提とし、ただし荷物はテント内に収納できるということを条件とすると、このテントは私の要求事項にぴったりマッチしているように感じました。また出入り口が単辺方向に1箇所という点が私にとっては少々残念なポイントになります。この動画作成時点での楽天市場での実勢価格は 16,990 円という、なかなかコスパのいいテントなのではないでしょうか。このクラウドアップ2プロを一人で使うとすればですね、十分な就寝スペースと荷物を格納するスペースもあり、しかも軽量化、そしてコスパもいいということで、なかなか魅力的なテントに思いました。ぜひ皆さんの使用感をコメントにいただけると嬉しいです。視聴者さんの推しテント15番目はネイチャーハイクのクラウドアップ2プロでした。
カブじいさん。今回は前室の広さを売りにしているテント3選、そして軽さと居住性の高さを売りにしている6選のテントをお届けしました。こうやって見ていきますとね、どれも似たようなドーム型のテントではありますが、結構色々と個性があってなかなか奥深い、そういうテントの世界を感じました。それぞれのテントについて皆さんはどう感じたでしょうか？コメントをいただけると嬉しいです。さて次回は視聴者さんの推す長期ツーリング用テントの第3弾、個性あるドーム型テントの続編になります。次回の動画公開時に皆さんにメッセージが届きますように、これを機会にぜひチャンネル登録とベルマークをクリックしてお待ちください。週末土曜日不定期で動画更新中です。チャンネル登録とベルマークをクリックしてぜひお待ちください。